こんにちは、スパーです。今回は久々に食品の紹介はなしにして、無印良品で買えるアイデアがすごい紙品便利グッズをご紹介します。今回もかゆいところに手が届く無印らしい一品揃いで、早速我が家でもヘビーユースしているものばかりです。使用感気になっていたものもきっとあると思うので、お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。はい、まず1品目がのびのびターバンタオル。ターバンでもありタオルでもあり、それ以外含めると全部で5つの使い方ができる、1つで5役をこなしちゃう地味に便利なアイテムをご紹介します。ベースの生地はやや薄手のタオル生地が筒状になっているんですが、品名にもあるようにやけに伸縮性があるので、風呂上がりにターバンとして使うことでヘアドライにもなる優れもの。そして2つ目の使い方がサウナハット。私サウナーではないのでこの価値は測りかねますが、サウナでターバンとしてかぶると頭部を高温から守ることでのぼせるのを防止する効果もあるんだとか。よし。3つ目がネジネジしてヘアバンドとして使うパターン。4つ目が首につけてネックウォーマーに。そして最後5つ目がそのままタオルとして。髪の毛長い方だと乾かすのに時間かかると思いますが、いろいろお肌のお手入れとかしている最中のヘアドライとして使ってもらったり、お風呂上がりに髪を束ねたりするときには重宝しそうです。個人的にこの薄手の質感がいろいろ使いやすくていい塩梅なのと、4色あるカラー展開、どれもペールトーンの色味で程よく品があって良きです。追加でベージュとかブラックとか出たら服との合わせもよりしやすくなりそうです。はい、続いて2品一気にいきます。虫除けシートと日焼け止めシート。携帯に便利なシートタイプの虫除け日焼け止め、皆様使ったことありますでしょうか。これ予想以上に便利です。まず虫除けから、蚊や家ダニからお肌を守るシートタイプの虫除けです。スプレーだとどうしても塗りムラができたりするので、この辺スプレーしてなかったかも的な部分を蚊に狙い撃ちされることが私結構多いので、スプレーと比較してより面でカバーできそうなところは気に入っています。あと風が強い屋外なんかで使用すると風で飛んでむせたりしちゃいますし、特に顔周辺ってスプレーだと結構気使うと思うので、その辺気兼ねなく使えるのはシートタイプの利点でしょう。12歳以下は保護者指導の下でと注意書きはありましたが、一応お子様にも使えます。ただ虫除けの主成分が年齢によって使用回数が設けられているディートを使っているので、お子様の年齢によって使用可否ご判断ください。一応裏面には原液換算 7% と記載があるので、濃度的にはそこまで高くなさそうではありますが、取り急ぎ6ヶ月未満のお子様へは慎重に、その他の年齢のお子様には少量、もしくは回数少なめでお使いいただくか、イカリジンを使っているもの、もしくは天然成分を使った虫除けを使った方がベターでしょう。この辺は各自ご確認ください。ただイカリジンと比べるとディートの方が虫除け効果がある虫の種類が多い分、虫除けの効果高いと言われているので、植物が多い場所、虫が多そうな屋外なんかではディート配合の方が効果は高いでしょう。事実これ塗ってそこそこ植物あるところを数十分歩いてみましたが、刺された感じはなかったですね。しかもいかにもみたいな虫除け特有の匂いがなくって、メントールやラベンダーも入っているので、多少の清涼感とふわっと香るいい香りもして使用していて心地よかったです。続いてが日焼け止めシート。昨今では男性の日傘がブームになるほど、男女年齢問わず日焼け、紫外線対策に気を使っている人もきっと多いでしょう。無印の日焼け止めシートは特に外出中塗り直しが必要な時にささっと使える外出先では便利なアイテムです。この時期自宅を出る前にきっと一度は日焼け止め塗ると思うんですけど、汗なんかで流れてしまうので効果を保つには塗り直しが重要です。鏡の前でがっつりできればいいですが、
外出先だとそうもいかないこともきっとあると思うので、そんな時にはこのシートが活躍します。最適な活用シーンですが、車の中が私はいい気がします。昨今の車、UV カットガラスを使用しているとはいえ、紫外線の種類によってはガラスを通過するものもあるらしく、特にこの時期は長距離で移動することもきっと多いと思うので、対策は必須です。車中で日焼け止め塗り直す人きっといると思いますが、日焼け止めって結構車内が白く汚れちゃうんですよね。まあ化粧品なんかもしっかりなんですが、肌の露出が多いこの時期、シートや手で触れる箇所が汚れがちで、これがなかなか落ちないので、車内で塗り直す場合なんかには肌に残りにくいシートタイプが私は重宝しています。紫外線のピーク、6月から9月頃までとも言われていますが、これから先の冬場も油断は禁物です。シートを使ってスマートに対策したいですね。洗える携帯用スリッパ。何気に今回紹介する商品の中で一番気に入ってます。学校行事などふとした際に必要になるスリッパ。家のもの持っていかれる方も多いでしょうが、履き慣れたものに限ってよそ様に見せられるものではないことが多いのが世の常です。そんな有事の際に意外と重宝するのがこの手の携帯スリッパ。嬉しい収納袋付きで、真ん中の土踏まずのところで折れるようになっていて、結構小さく収納できるので、とにかくかさばらないです。しかも軽い。重量 100g とのことなので、マックのハンバーガー1個分です。結構小さくなる分、履き心地とトレードオフかなと思いきや、意外や意外、そこそこクッション性あります。肌感後ろ半分、かかとの方のクッション性が顕著で、気持ち後ろ側が上がっていて、前の方に傾斜しているような感覚なんですが、それが思いのほか心地よくって、ペラペラな感じはなかったです。行事の際にはもちろんでしょうが、私、新幹線の移動の際に使うのにめちゃめちゃ重宝しています。旅行や仕事の時なんかによく使う新幹線ですが、ぶっちゃけ靴脱ぎたくなりませんか？新幹線や飛行機内で靴脱ぐの OK か否かって論争あるんですけど、私は脱いだ時の素足、もしくは靴下のままだと正直抵抗感あります。でもスリッパ履いてるとその辺薄れる気がしているので、足しんどい時にはスリッパを履かせていただいています。もちろん匂いのケアはした上ですし、その場の状況によって自重することも一応補足しておきます。強いて言えばですが、素材の影響からなのか、そこにゴミがめちゃんこつきやすいです。私は新幹線の車内で特に歩くこともなく数時間使った程度でしたが、結構ついたなって感じがしました。歩いたらもっとつくと思うので、この辺は素材の変更があれば紙品になるでしょう。あと私はまだ洗ってはいないんですが、洗うと毛玉がつきやすいといったコメントもあったので、カラー展開含めこの辺改善していただければよりマストバイに近づきそうです。ただ結論、これとてもいい商品です。というかこれで1000円はマジでコスパいいですよ。場所取らないので防災用にも役立つと思います。ぜひ売り場で現物触ってみてほしいですね。晴雨兼用の折りたたみ傘。まさか傘さして褒められるとは。買った当初は雨用で買ったんですけど、日差し強すぎる時にこれを差して美容院に行ったらすっげえ褒められました。日差しって肌へのダメージだけでなく、髪も頭皮も結構ダメージ食らうそうで、その点夏場は特にこの日傘が重要らしいんです。最近男性の方でも日傘差す方増えましたよね。もう暑いというか痛いレベルの朝なんですが、都内を歩いていると日傘をしている男性の方結構多いなって感じがします。生地に使っているこの UV カット率 90% 以上という素材なんですが、これは数値的には平均レベル。反面遮光性はあんまりないです。つまり太陽の光はちょい透けるかなって感じがします。そして地味に便利ポイントなんですけど、畳む時に留めるこのテープ、根元の方と先端の方どちらも両面にマジックテープがついているので、
なんと左右どちらからでも止められるんです。雨の日に手濡らしながら一周した後に逆やんけってなるときちょいちょいあるので、この仕様は素晴らしい。もう拍手。日傘の代わりに帽子で良くないって思う方いるかもしれませんが、帽子だと頭に熱がこもるのと髪型崩れたり、あと仕事の時には使えないですよね。都心部だと仕事中に日傘さしている男性の方結構多く見かけます。結論、この無印の傘、メインの仕様は雨用だけど晴れの日にもそこそこ使える、これくらいの認識がいいでしょう。1本持っておくと年間通じてきっと重宝します。泡ハンドソープ用オートディスペンサー。すっかり市場に馴染んだオートソープディスペンサーが無印からも登場です。このオート式のメリットとしては、直接ポンプに触れる必要がないので菌や汚れがポンプに付着しにくいことと、何より洗面所周りがとってもすっきりすること。まあイソップとかマーチソンヒュームとかおしゃれブランドのハンドソープでもない限り、市販品のハンドソープ置いちゃうと一気に生活感出ちゃうので、すっきりさせる意味でも飾り気がないこのオートディスペンサー重宝するんです。市販品はステンレスっぽいものからシックな黒系のものまでいろいろあるんですけど、無印のこの無駄のないデザイン好きな方いるでしょう。心なしかオートディスペンサーって丸っこいデザインのものが多い気がするんですけど、無印のはちょっと角を落としたようなスクエア形状。デッドスペースがなくスマートに洗面所に収まるのはグッドです。裏面のボタンを長押しすると電源のオンオフ、短く押すと洗剤の量をコントロールすることができます。少ない状態だとパッと見ちょっと少ないかなって思いましたが、使ってみると意外とちょうど良かったりもしたので、この辺はそこまで心配しなくて良さそうです。強いて言えばポイントですが、反応するエリアがちょっと狭いかなって思いました。一応今回の商品の売りの一つが、洗面所を利用している最中の不意なセンサー反応を極力抑制したというのもあるので、もしかしたらその辺と関係するかもしれませんが、まあむやみにセンサーが反応するよりいいと捉えればそこまで気にならないかもしれません。よし。あと駆動が単3電池4本なので、地味にランニングコストかかるのはちょっとだけ気になるところ。ただそれ以外は特に気になるところもなく、 Amazon でバーッと類似品見ましたが、おおよそ2000円から3000円台がボリュームゾーンだったので、価格帯的には決して高くない平均的な部類ですし、冒頭お話ししたようにスクエア型のオートディスペンサー何気に貴重なので、デザイン面でも個人的に気に入っています。タンクの容量は 250ml で、もちろん無印でも少量サイズと大容量の2種類の詰め替え用が用意されています。あと下の方がクリアになっているので、残量を目視で確認できるのもいいですよね。開口部もそこそこ広く、詰め替えも楽ちん。この辺の実用性はさすがの無印です。総合して私は結構好きなアイテムです。シンプルながら安っぽさ感じないですし、洗面所周り無印のグッズが多いご家庭には間違いなく馴染むでしょう。メモリ付きドリンクボトル。人気の軽量ボトルに新色登場です。白やダークグレーもいい色でしたが、ブルーはまた爽やかでいいですね。メモリがついていることの何がいいかって、飲む量をコントロールできるところと、無印でも売っているような粉末のお茶やスポーツドリンクなんかの水の量を計量する必要があるドリンクなんかを作るときには大変重宝するんです。中には内蓋がついているので、飲む時の氷をガードしてくれます。この内蓋、外した状態でも使うことができるので、不要な方は外しても OK。水とかお茶でもいいんですけど、これ蓋がついてメモリもついてるので、実はシェイカー代わりにも使えるっていう、僕なんでたまにプロテイン使ってます。若干この口が狭いので粉入れるとき若干気使うんですけど、でもシェイカーっていかにもなデザインのものが多いので、その辺気にする方とかいいんじゃないかなと思います。で、お水入れるって感じですね。
また無印では無料で飲料水を給水できるので、このボトルがあるとはかどります。そして容器の素材がちゃんと BPA フリー対応なのもグッド。 BPA はビスフェノール A というプラスチックに含まれる化学物質のことで、欧米圏では乳幼児に悪影響があると言われていて、結構注意喚起されているんです。しかも昨今注目の BPS もフリーなのは見逃せないポイント。 BPA 以外にもビスフェノール S という化学物質も近年問題されているんですが、それもちゃんとフリー。プラ製品ではありますが、その辺は何の気にする必要もなく使えるでしょう。はい、いかがでしたでしょうか。我が家日用品に関しては結構無印率が高くなってきているので、なんか家の中がどことなく統一感が出てきたように思います。まあ無印の魅力って性別や年代を問わず使えるシンプルなデザインが魅力だと思うんですけど、そこにちゃんと品質が伴ってきていて、その業界のプロもうなるクオリティのものを世に送り出してきているこの商品開発力はもうお見事ですよね。私は食に関してメインで発信させていただいていますが、それだけではない魅力がこのお店にはあるので、可能な限りこういった日用品の部分も今後ご紹介できたらと思っています。今回の紹介が少しでもお買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、普段は元成城石井店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、全国のスーパーで買えるおすすめ品や百貨店グルメや手土産、テーマを絞ったマニアック動画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、インスタグラムや Yahoo エキスパート、最近ではボイシーでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。